子の熱波ラジオ12分でサウナら。このラジオは12分ワンセットサウナの砂時計代わりになるラジオです。今日もサウナ室からお届けしています。お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。もう3月ですね。はい。3月はどうですか？好きですか？3月大好きだったんですけども、花粉症杉がやばすぎて。いや、そうなんですよ。僕も来てる人ですか？僕来てます。僕結構重度ですよ。だって吐き気とかもおよすぐらいですからね。あ、結構ですね。薬飲まなかったら、はい、注射とかもう打ちました？いや、注射打ってないです。打ってない。普通に耳鼻科で処方してもらった薬とか、まあまあそれ飲んだら。でもなんか今年割とスタート遅かったですけどね、花粉飛ぶのが。そうでも、あったかくなると、前だったら桜楽しみだなとか、お花見したいなって思ってたんだけど、今はもう花粉症の薬飲まないと外にも出れないくらい重度です、そうでもね、桜とかもあるしいいんですけどね、天気も卒業シーズンだし。はいはいはい、そうですね。なんかあります？こう青春？そういう青春か。でもこの時期になるといろんなことがこう変わっていく時もあるじゃないですか、はい、なんかこう新学期とか、新生活がね、新生活、はい、やっぱなんか関係なくてもワクワクしますよね。こう自分が東京に出てきた12年前とかすごい思い出すし、ほうなるほど。もうなんかスクランブル交差点ちゃんと歩けなかったみたいな。12年前なんですね。そう。あ、じゃあブラジルワールドカップの時？知らないそうなの？12年前ブラジルワールドカップの時ですね、園さん出てきたの。そうですね。じゃあその時に状況もうほんとサッカー、もうサッカーバカなんですけど、いやバカで言っていいですよ。バカをためらわなくていいですよちょっと今ねそうサッカーバカなんですけど、その時ですね。だからもうすごいちゃんと歩けない東京をみたいな、だってね、前にちょっとこのラジオで話しましたけど、電車がないところから来たんですもんね。そうですよ、はい、本当に泥だらけの状態でいや、泥だらけはちゃんと風呂入ってきてくださいなんで泥だらけで来るんですか？泥まみれで上京してきて、ちゃんと風呂入って体流してから来てください。そうやって東京の人に言われて、なんか東京できた友達に言われたんですけど、今となったら超失礼なんですけど、出てきた時はちょっとあんまり八百屋に並べない感じだったけど、今は八百屋に並べるぐらいなんかこういい感じの泥のつき方になったねみたいな。泥はついてるんですね、結局。そう一応ねそうってぐらい本当に東京みたいな感じだったんで、その感覚がねないんですよね。私は沢田さんとかはもう本当すごい都会の人も川崎とか、いや全然ですけど、川崎なんてね、そんなあんなスラム街みたいなところでね、めちゃくちゃ言うじゃないですかいや、川崎は北部と南部に分かれるんで、北部は上品なんですけど、南部はもうスラム街ですから。いつもそれ言ってるんですよ、で僕は北部の出身ですから。お上品な、どこですか？ノースブルーの出身ですから。ノースブルーブルーではないですけどそんなにちょっと今度川崎案内してくださいよ。川崎、まあはい、そうですね、川崎、ちょっとバッドホップで興味を持ち始めたの。なるほどね。それでやたら川崎って聞くから。南部ですね、それは。南部、南部もじゃあちょっと案内してください。南部はねまあでもいいですよ、本当に、ね。でもね、ちょっと今その卒業みたいな話が出ましたけども、実はね、4月からこのサウナ整うもいろいろ番組をこうリニューアルをしたり、新しい番組始まったりとかするんですけど、園さんにこう新しい番組に移っていただくっていう。はい、そうなんです。そうなんですよ。これはご報告になるんですけども、熱波ラジオ、熱波ラジオは3月まで出ていただいて、4月から園さんにはやっぱ園さんのこのサウナの知識とかあれを最大限に生かしたいと。でサウナをやっぱ紹介してもらったりとか、そのサウナの施設を行ってもらうのか、どうしていただくのかっていうのはいろいろあると思うんですけど、それをやっていただくっていう別の番組にお引っ越しですかね、いわゆる。はい、そうですね、新生活、いや私もそれお聞きして、ね、突然ですが、そうなんですよ。でもまた変わらずサウナ整うで、そうですね、出させていただき、そしてサウナにもっと携わらせていただけるっていう、なんか嬉しいお話をいただき、一旦いろいろやっていただきたいなっていうのが、任せてください。チャンネルとしては、なんかぜひさっき言ってたサウナ紹介してもらうのもそうだし、ちょっとバラエティ的な企画も、
そうなんですよ、4月から結構番組ちょっといろんな試みやると思うんですよ。楽しみにしていただきたいんですけども、ほんとちょっと、ね、不毛なトークしてる場合じゃないかな。不毛なトークはだから僕一人でやるんでこの中でみんなそうですね、おっさんがブツブツつぶやいてそんなことはないですけど12分いやそれはもうやばい映像なんでやばい俺多分それ見たら前々回の園さんのお母さんの話じゃないけど、俺のお母さんから多分泣きながら電話かかってくると思う別になんか別の意味でねお前12分サウナで何やってんのっていう一人で不毛なトークやって、でもほらファンもこの約どれくらいやったんだろう今さ、熱波ラジオ1年やってないかな。そうですね、夏ぐらいからなんで、30回ぐらいですかね。30回ぐらいでもその間に私のファンの方も見ていただいてる新しいファンの方も増えたりとか、このチャンネル好きって言ってくれる人もいて、澤さんのファンも増えて。いや増えてないですねそんなことないです。園さんちょっとその振りは良くないですね。言わせてますもん放送作家のこのラジオ聞いてる中に俺のファンが誰がいるんですか。いやでもいまだにあの人がなんでいつもゲストなんですかって聞かれるんですけど、いやお相手なんですよっていう。ゲストじゃレギュラーなんですよ。そうレギュラーなんですよ。もうほんと最後の最後に言いますけど、澤田さんはレギュラーですいつもそれでもねコメントいただくんですよ。私もすごいですよね。30何回放送作家連続ゲストは面白いですけどね。そうかなりのなんかもうお気に入りみたいになっちゃってますからね。なるほど。そう名残惜しいですが、そうですね、園さんと不毛なトークをお届けするのはもう残り、2回ですかね。2回ですね。でだからちょっと楽しんでいきましょう。限られた2回でどんな不毛なトークそうですね、お題が来るかはい行ってみましょう。では行きましょう。サウナトーク。ではからいきたいと思います。ロッカーナンバー59番哲司さんからです。自分は顔は40点、性格もあまり良くありません。年収いくらあったらモテるのでしょうか。なるほど、そのマイナスをカバーするだけの年収っていくら必要なんですかっていう。もういやその前に言いたいことがいっぱいある。顔は40点、まあ悪くないじゃないですか。いや悪いでしょ顔40点は。そう中のちょっと下ぐらいの中の下とか下の上ぐらいじゃないですか。で可能性あるじゃないですかこれは。なんかこう身なり変えたりとかすると。でも性格があまり良くありませんっていうのは、これはもう年収の前に大問題じゃないですか。性格あまり良くないのは。これは自分で思ってるのか周りに性格良くないねって言われてるのかでもちょっと大きく変わってくるんですけど、でもまあ性格良くないって言ってるもうこの文面の情報しかないですから、もう性格はあまり良くないんだと思うしかないですよね僕らは。確かに、だから性格があまり良くないってことは年収がいくらあっても無理？いくらあっても無理なんだけど、いや自分はこんだけマイナスがありますと、性格も良くないですと、顔も良くないですと、でもそんな自分もモテたいと、いくらあったらいいですか。この僕のマイナスは年収いくらでカバーできますかっていうことだと思うんですよ。そうだから無理なんだけど、でもこの話から言うと相当高くないと年収が。だって極論ですけど、まあとりあえずやっぱもう極上までいきますけど、この人が年収、50億あったらモテるじゃないですか。ただ50億ほどのモテるね。50億ほどのマイナスではないじゃないですか。あいつ性格悪いけどすごい経済力あるしねって。そうですよ。なりますもんね。なんかやっぱ癖は強いけど、性格悪いっていうよりは癖が強いけどやっぱりそれなりの頭の良さとか稼げる人だからみたいな。いやわかんない、それラッキーのある可能性もありますけどね。2世の可能性もありますから。確かにまあどうなの。俺すげえ2世のこと言うな。2世のこと言うんですよ、ずっと、なんか。でも園さんも今2世って言った瞬間確かにって言いましたね。共犯ですよ。共犯ですよ。年収だから日本の年収上位 10% 以内に入ってるぐらいじゃないですか。 10% なんて1000万でいけるじゃないですか。そうですね、でも平均よりちょっと上ぐらいの感じで。顔40点、性格もあまり良くないけど1000万あったらモテます？そんなことあります？だってこの人は多分そのくらいですよ稼げるの。うわめっちゃ言う。哲司さんにめっちゃ言う。哲司さん、そう顔は一回置いときましょう。顔はね、私の中では40点ってなんかそんなに悪くないと思う。いやそれはよそ行きですよ。じゃあ何十点？俺何十点ですか？顔何十点ですか？自分で。顔っすか？僕リアルに40点ぐらいだと思ってます。
ああ、じゃあ大丈夫じゃないですか。いや大丈夫じゃないでしょ。40点なら。いや大丈夫じゃないです。現にモテてない。もうちょっと高いです。いやいやもういいです。そんなおっさんのあれはいいですけど。そうでしょ。だから自分が大体だから40ってだから50、まあ大体言っても50、でも70とか80っていうのって結構ねレベル高いですね。70とかイケメンのレベルですか。イケメンですもんね。だから性格良くないのはちょっと問題だから、年収が多分1億とか2億あっても1億2億あってもモテないの哲司さん？一瞬はモテます。一瞬は。ああなるほどね、確かにモテてたとしてもそれ金についてきてるだけだからなってなっちゃうんだけど、でもいくらあったらモテますかっていうこの質問に対しては、そうだな、哲司さんがじゃあそうまあでも私2、3000万ぐらいあったらモテるんじゃないですか普通に。ああ2、3000万、まあでもいいとこかも。2、3000万だとでも上位 10% どころかもう相当上ですけどね。なんかいい生活もできて、それなりのキャリアがあるからこんだけ稼げるだなみたいな、ね、なるほど。カメラが止まった音をしましたけどね。まあちょっと残りあれなんでもうそのままやっちゃいますけど、あれですよ、もうカメラを気にせずねっていう。気にせずね、そうもう終わっちゃいますけどね。12分がもう毎回あっという間ね。自分のねこの欠けてる部分をプラスでどうカバーするかっていうのはね、みんなね、この人は逆にね年収ないけどめちゃくちゃイケメンですみたいな人もいるし、優しいけどめちゃくちゃ手が臭いですとかもいますしだから全部のこうバロメーターをねうまくこう、やっていくのってあとはねどこにハマるかですからね。そうですね。まあでもやっぱり性格大事だから。はい。でもまあ哲司さんには2、3000万稼げと。哲司さん2、3000万、もう最低1000万以上頑張って稼いでください。はい。それでは名残惜しいですがこの辺でさよなら。